皆さんこんにちは。ドラ旅です。泊まったホテルは大和ロイネットホテル高松の中心街丸亀町グリーンに隣接してとても便利な立地。歩いて5分で一角さんやよりどりみどりさんに行けます。このチャンネルは西日本を中心に旅しています。旅が好きな方はいいねボタンとチャンネル登録、ハイプボタンもお願いします。部屋には広い机もあって、この広さだと部屋で思いっきりキャリーケースを広げても邪魔になりませんでした。バスルームはやや広めでいつもの感じ。夕食の予定は全くなかったので、商店街を散策してどこかで食事をしようと思います。一角さんの様子をちらっと見たときは1時間30分の待ち時間だったので驚愕して退散しました。予約しないとダメみたいですね。長いのに退屈しない街の回廊、高松商店街、旅先で街を歩く楽しさをしっかり堪能できると感じました。結局はホテル横の居酒屋さんにしました。ここはカーブ隠れ家といって創作イタリアンのお店。予算は1人4000円くらいでした。入ってびっくりしたのが洞窟や迷路のような個室空間。お酒の数がとても多いですね。食事はどれも美味しくて当たりのお店でした。旅先でいいお店に出会えるとそれだけでいい旅だったなと思いますよね。旅の印象は夜に入った一軒の居酒屋で決まることもあると思います。ありがとうございました。こうして濃い旅の1日目が終わりました。次の日、この日も天気が良くてずっと青空が広がっています。今日は小豆島を一周します。約4年ぶりの訪問です。久しぶりですね。小豆島はのんびりとしたドライブ旅を楽しみたい人にぴったりの場所だと思います。島ならではのゆったりとした時間の流れ、少し狭い道、海との距離の近さ、そして起伏のある山道。港に着いたその瞬間から自然と旅のスイッチが入るような感覚があります。どこか懐かしい島特有の空気や匂い、そういったものを感じられるのが島旅の魅力であり、小豆島の魅力なんですね。高松港にやってきました。車検証があれば予約なしでも乗船できます。
フェリーに車を止めて車両甲板から客室へ向かう階段を上がるこの時間が好きです。少し油の匂いがしてエンジンの音が響いて足に伝わってきます。これから知らない場所へ向かうんだという独特のワクワク感。フェリーの中で島旅が始まる瞬間があるような気がします。小豆島に上陸しました。夕方5時までいろんなところに行ってみようと思います。小豆島の道路は海沿いのメイン通りは広く整備されて、山に入ると狭くなって島らしさを感じます。まず向かったのはその険しい山奥ですね。西の滝流水寺、聞かれたことはありますか？山岳霊場で急な石段や洞窟、そして絶景のお寺でした。行く道は東西の2つ。東の方が道が広く、距離も短いので、最初東の方から行ってみたんですが、なんと工事中。仕方ないので、一旦戻って西の方から行きました。こちらの道も倒木の伐採などいろいろありましたが、なんとか入り口まで行けます。で、ここまでは準備運動で、さらに道は険しくなります。断崖絶壁でガードレールはほとんどないんですよね。小豆島の山の中、岩肌に張り付くように立つこのお寺。観光地でも華やかな建物もなく、お店が並んでいるわけでもありません。あるのは静けさの中に聞こえる鳥の声、そそり立つ岩山、そして瀬戸内海を見下ろす大きな絶景。神社仏閣に興味がないよという方も、これを見たら行ってみたくなるんじゃないでしょうか。
小豆島の旅でとても印象に残った場所ですね。来るまでに相当苦労しましたが、来てよかったです。対向車が来たら大変な道を戻って、次に行ったのはエンジェルロードですね。小豆島といえばここみたいな場所。一番近い小豆島国際ホテルの前を過ぎて、4年ぶりに来たら駐車場が有料になっていました。さあご覧ください。全く道が見えてなくて、ただの島になっていました。小豆島に来たら一度は食べておきたいものが小豆島そうめんです。小豆島そうめんは播州、三輪と並ぶ日本三大そうめんの産地の一つと言われています。職人の手で何度も伸ばして作る昔ながらの手延べ製法。そして小豆島そうめんの特徴はごま油を使って作られていること。一般的には植物油を使うことが多いそうですが、小豆島ではごま油を使うことで独自のコシと風味が生まれるそうです。今回訪れたのはそうめん工場に併設された作兵衛さんです。美味でした。小豆島に来たらぜひ食べておきたい一杯だと思います。近くにはオリーブ公園がありますが、道の駅小豆島ふるさと村は少し違う雰囲気です。少し休憩してお土産を見て、また次の場所へ向かう、そんな感じで立ち寄りやすいです。人も少なく落ち着ける場所でした。
小豆島の小さな路地を入ったところにフォレスト酒蔵森国ギャラリーがあります。古い蔵を改装した建物で正面の入り口から期待が高まるような雰囲気があります。行くまでが少し狭いですが、絶対行った方がいいお店だと思いますね。さあ次は海沿いの道を離れて山へ向かいます。次の目的地は寒霞渓、小豆島を代表する景勝地です。ロープウェイでも登ることができますが、1月はロープウェイが運休していました。今回は山頂まで車で向かいます。海の景色から少しずつ山の景色へ。道は意外と広かったですね。この山頂の公衆トイレは公費約1億円かかったそうです。そこからまっすぐ歩いていくと絶景の第一展望台に着きました。寒霞渓は日本三大渓谷地の一つと言われ、特に紅葉の時期は多くの人が訪れます。ただ人の少ない冬の寒霞渓もとても静かで、これはこれで良い景色だと思いますね。風の音と遠くに見える瀬戸内海、東西7キロ南北4キロの大渓谷、日本書紀にも記されている場所で、太古の昔から人を魅了する渓谷ですね。しばらく何もせず景色を見ていました。
寒霞渓のもみじサイダーってなんだろう、少し変わってますね。はい、もみじサイダーですね。お待たせしました。すいません、ありがとうございます。ありがとうございます。もみじの葉60枚からエキスを出しているそうです。見た感じはアセロラみたいで、飲んでみると意外とあっさりさっぱりしています。ルイボスティーの微炭酸のような感じでした。渓谷の中を進む寒霞渓スカイラインです。時々視界が開けて瀬戸内海が見える瞬間もあって、ドライブしていて気持ちよかったですね。少し時間に余裕があったので、寒霞渓から山を下り、島の北側にある道の駅へ向かいました。大阪城の石垣に使われる石を小豆島で切り出していた歴史があるんですね。館内には石を切るために使われた道具やいろんな展示がされていました。小豆島は硬くて加工しやすい石が多く取れたそうです。さらに海に近く運びやすいというのもあって、この場所が選ばれたんですね。ただ観光地という雰囲気ではなく、静かで暗い印象の場所でしたね。でも大阪城の石がここから運ばれていったと思うと、島の歴史を一つ知ることができた気がします。次に向かったのは視聴者さんにおすすめしていただいた場所、小豆島の西部にある宝生院です。境内には日本国内でも最大級と言われる神柏の木があって、その姿には不思議な存在感があります。この神柏の幹には竜、亀、象の姿が見えるという言い伝えがあり、実際に見てみると確かにそう見えるところがありました。この大きさですよ。見上げたら首が痛くなる、カメラに収まりきれない大きさですね。まるで何か意図があるようにも見えてしまう。小豆島にはこういう場所があるんですね。次は小豆島の中でもおそらく一番有名な観光地、道の駅小豆島オリーブ公園です。丘の上に立つ白い風車、瀬戸内海を見渡す景色、そして広がるオリーブの畑。ここだけは少し日本ではない場所に来たような景色が広がっています。夕方はほとんど人がいませんね。
長い年月をかけて今の姿になったそうです。小豆島のオリーブの歴史はここから始まったんですね。オリーブオイルを買って帰りました。外国産よりも味がはっきりしていて香りもフレッシュで、そのままだとピーマンや青草、ケールを連想させる青々しい風味。熱を加えると一気に変わって強烈に風味が増してピザに合いそうです。夕方のフェリーの時間が迫ってきたけど夕日が見えそうなんですよね。ということでエンジェルロードに戻ってきました。少しずつ日が沈んで空の色が変わっていきます。くっきりとした輪郭の夕日がゆっくりと海に近づいて、気づけば島全体が茜色に染まっていました。夕日を撮影していると声をかけられました。日本の景色が大好きで中国の重慶から来たそうです。言葉がわからなくてもなんとかなるもんですね。旅をしているとこういう出会いがあるのも楽しさの一つだと思います。ゆっくり景色を見て少しのんびりしすぎたみたいです。気がついたらフェリーの時間が迫っていました。急いで港へ向かい、なんとか乗船、ギリギリセーフ。往復券買っておいてよかったですね。高松港に着いた頃にはすっかり真っ暗になっていました。今回小豆島を旅して感じたのは思った以上に大きくて、そして景色の変化がとても多い島だと思いました。海の景色のイメージが強いけど、実際に走ってみると山があり、渓谷があり、歴史があり、場所によっては全く違う景色が広がっていました。そしてもう一つ感じたのは時間がゆっくり流れていることです。海を見て風の音を聞いて夕日が沈むのを眺める、ただそれだけの時間がとても贅沢に感じましたね。人が多すぎるわけでもなく、静かな場所もたくさんあって、とても過ごしやすい島だと思います。景色を見ている時間も道を走っている時間も全部含めて小豆島の旅なんだと思いました。まだまだ行ってみたい場所もたくさんあります。またいつかこの島の景色に会いに行きたいと思います。次の動画で香川県の旅は最終回。次回もお楽しみに。